Hi guys! Welcome to おかみず酒 ABC。 3代目おかみがお送りする日本酒チャンネルおかみず酒 ABC です。このチャンネルは日本酒の魅力を海外の皆様に分かりやすくお伝えするチャンネルです。以前の動画のコメントでこのような質問をいただきましたので、今回は初心者の方でも飲みやすい日本酒や日本酒をお水やソーダなどで割って美味しく楽しむ方法をご紹介していきたいと思います。日本酒は個性豊かな様々な味わいが楽しめるとても魅力的なお酒です。酒蔵さんや醸造方法によって驚くほど違った味わいに出会えるのが日本酒の奥深い魅力の一つです。多くの日本酒はアルコール度数が15から 16% です。お酒は好きだけどそこまでアルコールに強くない方や日本酒初心者の方にとっては少し手が出しづらく飲む機会が少なくなってしまうかもしれません。なので今回はそんな皆様にも日本酒を楽しんでいただけるような情報をお伝えします。ぜひ最後までご覧ください。 Let's get started! Here we go!日本酒の多くはアルコール度数が15から 16% ですが、日本国内では低アルコールの日本酒やノンアルコールの日本酒など様々な種類の日本酒が販売されています。そのような日本酒の中でも海外で販売されていることが多い日本酒がこちらです。こちらの日本酒はアルコール度数が 5% 前後のスパークリング日本酒です。ほのかな甘みを感じられるとても飲みやすい低アルコールの日本酒です。またこれからご紹介するものは海外ではまだ手に入りにくいものもあるかもしれませんが、日本ではこのようなものもあります。この日本酒は過去の動画でご紹介いたしましたが、アルコール度数が 6% の濁り酒です。ロックで飲んでも美味しい日本酒です。他にもアルコール度数が8から 9% の日本酒やノンアルコールの日本酒もあります。これから海外でも低アルコールの日本酒が増えてくると思いますので、ぜひお試しください。次に日本酒の飲み方についてです。日本酒が強すぎるなぁと感じる方や初心者の方は水割りで飲むことをおすすめします。日本酒本来の美味しさはそのままにすっきりと飲みやすくすることができるからです。そして日本酒の水割りを美味しく作るには3つのポイントがあります。1つ目は比率、2つ目は温度、3つ目は水の種類です。まず1つ目、水の比率についてです。日本酒の水割りを作る時の比率は日本酒8、水2の比率で作るのがおすすめです。日本酒の平均アルコール度数は 15% 前後なので、日本酒8、水2の比率で割るとアルコール度数を約 12% まで下げることができるからです。たった 3% の差でも飲みやすさが意外と変わります。過去の動画でもご紹介しましたが、日本酒は醸造工程の中で水を加えることで味のバランスを整え、同時にアルコール度数を 15% 前後に調整しています。この醸造工程で水を加えていない日本酒のことを原酒と言います。原酒はアルコール度数が高いものがほとんどですので、もし原酒で水割りを作るなら日本酒6、水4の比率で作ることをおすすめします。原酒の水割りはより味わい深く旨味が感じられるので、ぜひ試してみてください。次に2つ目、水の温度についてです。日本酒で水割りを作る時の水の温度は5度から8度ぐらいの水で試してみてください。キリッと爽やかで飲みやすく仕上がると思います。最後に3つ目、水の種類についてです。日本酒を割る水は軟水がおすすめです。滑らかで口当たりの柔らかい軟水の方が日本酒本来の美味しさをそのままに保ってくれるでしょう。シャープでキレのある飲み口に仕上げたい場合には硬水で試してみても良いと思います。また炭酸水で割ってスパークリング日本酒にして飲んでも楽しいと思います。日本酒と水の割合や水の温度を変えることで味わいは様々に変化すると思います。
ぜひいろいろ試して自分好みの飲み方を見つけてみてください。今回の動画はいかがでしたでしょうか。日本酒って面白そうだな、美味しそうだな、飲んでみたいなと思っていただけたら大変嬉しいです。 Thank you for watching. Please subscribe to my channel. See you next time.